皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回はいよいよバンドメイドワールドツアー2026が始まるということで、以前の動画で確認した時から国内ツアーの第2弾が発表されたり、怒涛のフェス出演が追加されたりの変更が結構ありましたので、現時点分かっている範囲のツアーとフェスのスケジュールについておさらいしていきたいと思います。まずツアーの皮切りは3月20日の香港キティウスタジアムトンポーからで、その2日後の3月22日に台湾のメガポートフェスという東アジアからスタートになります。このアジア2公演は私的に日本で外せない予定が入っていて、泣く泣く諦めました。メガポートフェスについてはタイムテーブルが出てましたね。バンドメイドはドラゴンゴッデスというステージで、鳥のアイナ・ジ・エンドさんの前って感じですね。もう羨ましがりながら現地から上がってくるであろうファンカムやポストを楽しむしかないです。アジアツアーとしては以上なので少し物足りない感じがしますが、日本もアジアの一員ですので日本ツアーも含めてということで理解しました。3月は以上で4月からは日本ツアーです。4月はまず4月4日に横浜の都市型フェスのセントラルフェスです。私はこのフェスの存在は今回初めて知ったのですが、横浜の複数箇所で行うということで海外のフェスっぽい感じなんでしょうか。こちらもタイムテーブルが発表されてまして、メイドさんたちはセントラルラボというか KTZEP 横浜が会場でそこの鳥ですね。なおチケットは無事当選しましたので楽しんでこようと思います。次が翌週4月11日に会場は同じく KTZEP 横浜での球児となります。ここはデンスアニバーサリーツアーファイナルの横浜アリーナを球児の後に入れたかったけど入れられなかった曲たちでセトリを組んだ番外編発祥の地ですね。こちらもチケットをゲットできましたので帰宅予定です。この2週連続での横浜はホテル代が高かったです。4月は以上となりますね。それで5月はまず5月2日の仙台ギグスです。昨年2025年は仙台に3回も行きましたのでもう常連気分です。また美味しい牛タンを食べられるのも楽しみです。この日は4月25日26日に開催される荒垣ロックフェスの翌週ですので、このところのフェス出演ラッシュを見ると荒垣ロックフェスへの出演もありそうな気がしています。4月の横浜と同じようにフェスからお給仕という流れになるのかなとか、遠いからそれはないかとか思ったり思わなかったり。それで5月10日メイドの日にゼップ羽田です。メイドの日はやっぱり特別な日と思ってしまいますので何かありそうな気もしています。私的にはホテルも予約して準備万端です。それで6月からいよいよヨーロッパツアーです。6月3日にドイツベルリンのコロンビアシアターでスタートし、6月5日はフランクフルトのバッチェカップ、6月6日にミュンヘンのテーニクムでドイツ3公演を終え、6月9日はフランスパリのバタクラン、6月11日にイギリスロンドンとなりますが、ここは800人規模の O2 アカデミーイズリントンから1500人規模のエレクトリックブリクストンにアップグレードしましたね。以前の動画でロンドンで800人キャパって大丈夫でしょうかみたいにつぶやきましたが、やっぱりアップグレードされたということでさもありなんという感じです。それでなんとその翌日6月12日にイギリス最大のロックフェスダウンロードフェスに出演してヨーロッパツアーの締めとなります。2022年8月のダウンロードジャパンでオープニングアクトでしたが、日本から唯一出演するということで話題になっていましたが、今回は本場でしかも通常枠での出演です。これはものすごいことだと思います。私はといえば仕事をなんとか調整し、ドイツの3カ所目ミュンヘンから帰宅し、パリ、ロンドンの計3を9時帰宅することにして、人生初めて国際便の飛行機予約と海外のホテルの予約をなんとか済ませてほっとしていたところにダウンロードフェスへの出演の方が入った状態でした。いろいろ悩みましたが、飛行機に乗って帰っている時に今頃フェスで盛り上がってるんだろうなとか思うのがどうしても嫌というか、もやもやしながら帰るのはもったいないと思うに至って、ロンドンからの飛行機の搭乗日変更、ホテル延泊予約変更等をなんとかかんとか行ってダウンロードフェスへ行くことにしました。ということでヨーロッパで8泊と往復の飛行機での機内泊合わせて計10泊で人生初のヨーロッパ旅行へ行くことにしました。海外なんて20年以上前に会社の後輩たちとのツアーのサイパン旅行以来なのでめちゃくちゃ不安だったのですが、仲良くさせていただいているおめえさんも何人か行かれるということで同じホテル取ったり一緒に移動したりするようにさせていただいたのでなんとかなりそうです。ありがたいです。ということでヨーロッパツアーを終えて今度はアジアというか日本ツアーに戻ります。まずは6月27日の広島のブルーライブ広島です。これまで広島といえばクラブクワトロだと思ったのですが、今回のブルーライブっていうのは多分初ですよね。
ベイサイドのなかなかおしゃれなシチュエーションのライブハウスのようですので楽しみです。ありがたいことにチケットはゲットできました。それで翌日の6月28日が神戸ハーバースタジオです。ここは私事ですが、お給仕レポートということで初めてこのチャンネルで動画を投稿した時のライブハウスですので、ものすごく思い入れのあるところです。でも FC 選考で唯一落選してしまいましたので、なんとかチケットが手に入ればという状況です。当然オフィシャル選考で再度申し込みは済ませています。6月は以上で7月に入って、7月12日が札幌ファクトリーホールです。札幌は何食べても美味しいのでいいですよね。飛行機もホテルも予約済みですので、ここも楽しんでいきたいと思います。翌週の7月17日が熊本 B9V1、その翌日の7月18日が ZEP 福岡の九州ラウンドです。どちらもチケットゲットできましたが、特に熊本 B9V1 は超小箱なのでよく取れたなと思います。それと ZEP 福岡での球児は初めてでしょうね。私的にも行ったことがないので楽しみです。7月19日の昼に帰りの飛行機を予約したのですが、よく考えたら福岡って去年みたいに公開ラジオ出演するかもと思って、もしそうなったらまた取り直しになりそうです。7月は以上で、翌8月は8月1日に福岡のナンバーショットフェスです。福岡から帰ったと思ったらまた福岡です。ここはビーチサイドということでめちゃくちゃ暑いらしいです。翌日の8月2日は大阪で、会場が吹田の万博公園からまた舞島に戻ったジャイガです。ここも大阪湾に浮かぶ人工島ですのでめちゃくちゃ暑いです。2日連続で灼熱のフェスになるかもということで、長距離移動もあり、この2日間はメイドさんたちも私たちも体力勝負になりそうです。8月は今のところ以上ですが、8月15、16日のライジングサンロックフェス、8月14日から16日のサマーソニックへの出演も想定されます。特にサマーソニックはザ・ウォーニングさんも来日出演することが決まっていますので、可能性が高い気がしています。9月は今のところ空いていて、10月が北米メキシコですね。ここの詳細スケジュールはまだ発表されていませんので、今後のお楽しみという感じです。それでツアー最終月となる11月です。まず11月1日が名古屋のコムテックポートベースということですが、いつものダイヤモンドホールじゃないんですね。ここも初めてでしょうか。場所は名古屋港近くということで、今年はお給仕もフェスもベイサイドが多いような気がします。それでその2日後の11月3日に大阪ナンバーハッチということで、今年2回目のナンバーハッチです。私的には地元ということで助かりますし、なぜかナンバーハッチは正番がいいことが多いので、この給仕も期待しています。それで11月13日14日の千秋楽ツアーファイナル、休止期間前最終、メイドさんたち私たちにとってリベンジとなる日本武道館 2days お給仕です。開催予定だった2021年2月11日から数えると約6年、本当に長かったとも思えますし、逆にもう6年も経ったのかという気にもなる感じです。とにかくこの 2days は間違いなく伝説のお給仕になると思いますし、特にファイナルは泣いてしまうことも間違いないでしょう。私はラッキーなことに両日とも当選しましたので、気合を入れて前入りすることにしてホテルを3泊予約してまして、心も体も準備万端で挑む予定でいます。皆さん一緒に東京の大きな玉ねぎの下に集まって思う存分盛り上がって思う存分泣きましょう。それにしても日本武道館 2days をやって休止期間に入るってかっこよすぎますし、フェスも合わせてめちゃくちゃお給仕やってくれるのが判明してきて、やっぱりメイドさんたちのエネルギーというか情熱というか奉仕の精神というか、とにかくものすごいパワーを感じますし、圧倒されますし、感謝の気持ちでいっぱいになります。とにかく2026年は本当に楽しい1年になりそうですし、最高に充実した1年になると確信して全力で楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。